こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日はもっと早く出会いたかったなーっていうね、最近私が使ってみて感動した文房具を紹介します。一つ目はこちらの多機能ボールペン3色プラスシャーペンが使えるペンです。スタロジー4ファンクションズペン 0.5 ニトムズから1320円です。ボールペンのインクは低粘土油性タイプ。本体はマットで手触りもねいい感じです。フックの部分を押すとシャーペンが出てきます。芯を出すのもね同じくフックの部分をノックして出します。一見キャップに見えないこちらのパーツを外すと中から消しゴムが出てきます。大きめですね。ペン先はこんな感じで力を入れてもね潰れることなくガシガシかけるタイプです。感動ポイント一つ目は滑らかだけど刺さるような書き心地です。油性ボールペンって書き出しにダマができたりとかかすれがね起きやすいイメージがあると思うんですけど、このボールペンは想像以上にねスルスルと滑らか、あまり慣れてないような右から左に線を引く時とか曲線を書く時も滑らかにインクが途切れることなく書けました。刺さるようなね書き心地ってどう伝えたらいいんだろう。ちょっと語彙力がないんですけど、ペン先が紙をしっかりと捉えていてつるっと滑っちゃう感じなくて、書きたい線がね狙って引けるっていう感じ。また油性ボールペンの特徴ではあるんですけど、にじまず細い線がね書けるのもいいなと思います。こちらね1320円とちょっとお値段が張るので個人的にね購入をためらっていたんですが、今となってはなぜ早く使わなかったのかなってすごく後悔するレベルで私は好きです。もう一点感動ポイントがあります。それがデザイン。マットなね質感とか余計なデコボコがない。特にねブラックはクリップ部分もラバー部分も黒一色でシンプル、最高ですね。実は当店でもすでに人気の 0.7mm 低粘土油性ボールペンと同じメーカーブランドで、もう少しね細くてカラーインクも欲しいなと思っていたので、こちらのアイテムがドンピシャでした。もしねすでに 0.7mm を持っている方はこの 0.5mm タイプもすごい好きだと思う。でも多機能になる分軸はね太くかさばるのでご注意くださいね。ちなみにこのアイテム量販店だとどこで取り扱ってますかとねよく聞かれるんですが、私は今福岡に住んでるので福岡だとロフトとインキューブかなと思います。ちなみに当店でもオンラインショップ実店舗ともに取り扱っています。次は同じくスタロジーから消しゴムです。こちらはお客様から当店のね公式 LINE のチャットとかでスタロジーの消しゴムすごくいいんですよと教えてもらいました。で手元にシャーペンがあったのでそれについている消しゴムを試してみたところ、結構軽い力でぐんぐん消えるなと驚きました。消しゴムの凄さを動画にするのってやっぱ難しいんですけど、本当にね軽い力でぐんぐん消えるんですよ。もう大事なことなので2回言っちゃいましたけど、本当にぐんぐん消えます。で92から 94% という高い消磁率だそうです。動画だとねなぜか筆記跡がくっきり見えちゃうんですけど、実際に見ると結構綺麗に消えています。上が鉛筆、下がシャーペンの筆記なんですが、シャーペンの方がねよく消えたなという印象です。なんでこんなに使い心地がいいのかなと考えたんですが、消しゴム自体がね結構硬めかもしれない。本体が硬いのであまり力を入れずにねスイスイ消せるし、一文字とか線の一部とか狭い範囲もね狙って消せるのかなと思います。またメーカーサイトによると消しカスが散らばりにくい材料を使っているって書いてあったんですけど、ちょっと正直ねそこは微妙かも。一般的な消しゴムとあんまり大差ないかなと思いました。ちょっと消しゴムのレビューが初めてすぎて何をどう言語化したらいいかわかんないんですけど、いろいろなね消しゴムが並んでいたら私は迷わずこの消しゴムを使うなという感じのいい感じの使用感です。気になる点あればねこういう点どうなってますかとか質問いただければ助かります。次はこちら、皆さんこれ何かわかりますか？実は私はこれのね発売を心待ちにしていました。見つけた時本当にびっくり。コンパックボードキングジムから1485円です。そう、なんと折りたためるクリップボード、すごすぎませんか？ A4 サイズの紙を挟めるクリップボードで A5 サイズの大きさ、半分の大きさに折りたたんで持ち運ぶことができます。折り目の部分がヘコヘコしたりしないかなと事前情報だとね思っていたんですが、全然しません。
私は1社目がね、ネットショップの運営会社だったんですけど、商品画像のね、撮影とかをするために、撮影現場でね、スケジュールの変更とか商品カットの確認とかっていうのを紙の資料でね、使うことが多くて、クリップボードをよく使っていました。A4 用紙のね、クリップボードって結構かさばるんですよね。なのでその時にこれがあればなぁとすごく思います。でもきっとね、現在進行形で紙の資料を持ち歩く仕事の方も多いかなとは思うので、そういう方には荷物がね本当にコンパクトになるのでめちゃめちゃおすすめです。とはいえね、本当にちょっと欲を言うのであれば、もう少しいい感じのカラー展開がねあると嬉しいなぁと。そもそもね、きっと私がキングジムさんのターゲットじゃないんだろうなとはね、ちょっと思うんですけど、商品の機能は、私が求めてるものズバリだったので、ちょっとカラーがっていうのがね、でも同じコンパクトシリーズで A4 を英語に折りたためるクリアホルダー、めっちゃいいカラー展開が出てました。キングジムさん、本当にお願いします。これもね、カラーセレクション出してください。では、ボード自体の説明をちゃんとしていきますね。コピー用紙約15枚を挟めるクリップボードになっています。反対側には紙押さえがついているので、紙がねめくれちゃうことはありません。クリップ側にはペンホルダーが収納されています。引き出して使います。ペン自体にフックがついていれば、このホルダーにこんな感じで挟んでおくことができます。ペンのねフックの形状によってはちょっと使えないこともありそうだなという感じ。ペンを外せばホルダーにね穴が開いてるので、壁などに引っ掛けたりして使うこともできます。で、折りたたむときはボードの左側についてるパーツをグッと押し込みます。そうするとね、折りたたむことができるので、ゴムバンドをくるっと回せば勝手にねバッグの中で開いちゃうってこともありません。もう一点感動ポイントがあるのでちょっと紹介していきます。A4 用紙を複数枚クリップボードにセットします。挟んでいる紙はね、数日前にアップしたノートパッドのね、やつです。書いてあるのはノートパッドの良さの言語化、どう伝えるのかのアイディアがね、バーっと書いてあるので、よかったら動画ご覧ください。で、クリップボードのね、おすすめポイントなんですけど、この A4 用紙を挟んだまま、なんと折りたたむことができます。折り目はね、つきにくいんですけど、動画の紙の通り緩やかにね湾曲します。紙も半分の大きさで持ち運べるし、開いてすぐ使えるので最高です。次は利用頻度が一番高い激推しアイテムです。クイックテープカッター緑から1210円です。出っ張っている部分を引くと2センチほどマスキングテープが出てきます。好きな、ね、長さになるまで出っ張りを引いて内蔵されている刃でさっとカットすることができます。これいいですよね。なんか動画とかねインスタで紹介してから3ヶ月ぐらい連続で入荷しては即完売って感じでちょっと欠品してたんですけど、これ以上皆様に迷惑かけるわけにはいかないなと思って今月はすごい数入荷しました。私はねお店で梱包する時などに使っていますが、最近はね日記帳をつけるのに結構ハマっていて、もっとマステでデコりたいなって思うようになってきたので、家用にもね買わないとなと思ってるところです。マステの幅は6から 15mm の専用で、マスキングテープの内径が 25mm 未満、外径が 54mm を超えるテープは使えないので、ちょっとお手元にあるねマステ一部使えないものもあるかなと思いますのでご注意ください。一回使ったらねこれなしの生活は考えられないぐらい便利です。次はこちらの万年筆カベココレクションメローブルーが4180円、スムースセージが4400円。今年の春にね私万年筆デビューし、練習がてら日記をつけてるんですけども、そのシリーズのね動画もあるのでぜひご覧ください。でそれがね1ヶ月ちゃんと日記が続いたご褒美に購入して衝撃を受けた万年筆です。それまで使っていた万年筆は持ち方か角度の問題でなかなかねスムーズにインクが出なかったり、逆にインクが出過ぎちゃうっていうのがあって、なかなか使いこなすのに苦戦していました。である時ね愛知県の岡崎にあるペンザーレイさんっていうね文房具屋さんに旅行ついでに行ったんですけど、レジ前にあったレトロなデザインの万年筆に一目惚れして購入しました。すごいね1500円ぐらいで買いました。購入時書き心地はね期待してなかったんですが、使ってみたらねまさかのめちゃ書きやすい。過去というところのレトロ万年筆という商品だったんですけど、調べてみるとペン先がね EF という極細固めっていうタイプで、
今まではねちょっと太めの M 字を使っていたので、EF がいいんだと思って改めて探して購入したのがこちらのカベココレクション。もともとインクカートリッジ、サービスカートリッジがねついてるので、買ってすぐに使い出すことができます。インクはねブルーなんですが、書いた直後は濃いめ、乾くと柔らかく明るい感じにね変わります。書き心地はボールペンのようでもね、インクの感じもねちゃんと楽しめる本当にいい万年筆です。このコレクションというシリーズはね期間限定らしいので、いつまで販売が続けられるのかわかんないんですけど、すぐにね当店でも取り扱いをスタートして、レビューを見るとね万年筆に詳しい方にも満足していただけてすごく嬉しいです。ちょっとねお値段が張りますが、もしね万年筆始めたいなという方がいたら、私はね迷わずこれをおすすめします。むしろね最初からこれ使っちゃうと逆に他のもの使えないかもしれないですね。私は過去のレトロ万年筆とこのカベココレクションの EF をローテで使っていますが、そろそろねもう一本お迎えしたいところ、本当にね完全に沼り始めてますね。はい、今回紹介したものの中ですでに愛用しているものとかね気になっているものありましたか？私は好きな文房具っていうのの基準がいかに便利で、あとはデザインが好きかどうか、そして使い心地が良いか役立つかっていうので、もしかしたらね一般的な文房具好きな人とは軸がずれてるのかなと思うんですけど、でも買ったけど使ってないとか、使い道が浮かばないから買わないとかっていうね問題をね解決できたらいいなと思って文房具屋運営してます。でね、先日発表した通り福岡薬院の実店舗についてですが、私の引っ越しに伴って来年の春に閉店が決まっております。使い方にね困ってる文具とか悩みを文房具で解決できないかのご相談が直接受けれるのもねあとちょっとっていうことで、短い期間で恐縮なんですが、来年の3月4月には閉店してしまうので、ぜひ近くに来た際は遊びに来てください。最後までご覧いただきありがとうございます。今日はめちゃくちゃおすすめな文房具たちを紹介できて、もうやりきった感があります。ぜひ手に取る機会あったらね試してみてください。またねー。